ホラー話、なんかあるかの？今日も始めていくぞ。今回のラインナップはこんな感じだ。見た感じバラバラな印象だね。早速確認しよう。ある日仕事から帰ると、家の玄関の前に、置き配の段ボール箱が置かれていた。あれ、何か注文したっけと首をかしげつつ、箱を家の中に運び込む。箱はバスケットボールが入るほどの大きさで、軽く揺すってみるとカタカタと音がする。とりあえずリビングの机の上に置いたが、やはり覚えがない。箱の上部の宅配表を見ると、宛先は確かにこちらの住所だが、宛名は知らない男性の名前で発送ミスだと気づいた。発送者の情報はなかったが、宅配業者の名前と電話番号が記載されている。知らない名前の業者だと思いつつ電話をかけると、プルルッとコール音の後に電話がつながり、機械合成の甲高い女性の声で、ご用件を受けたまわります。という、俺は、もう時間も遅いし受付時間外なのだなと思いつつ、間違って荷物が宅配されてきたので引き取りに来てください。また折り返し連絡ください。と伝言を残して電話を切った。その後数日が経ったが、なんとなく家の中に違和感を感じる。あれ、あのコップ出しっぱなしだったっけとか、あのリモコン、あんなところに置いていたっけとか。まあ俺も割とズボラな方なので気のせいだと思っていたのだが、気味の悪い現象はまだ続く。家の中で何者かに見られているように感じたり、顔を洗って鏡を見たら自分の後ろに人影がいたような。しかし瞬きをして鏡を見直すと何もいない。そういえば、と思いつく。この気味の悪い感じは、あの置き配が家に来てからではないかと。まだ宅配業者からの連絡はない。気になってリビングに置いた箱を見に行ってみると、あれ、箱の封が開いている？もちろん俺は決して箱を開けていないのに、箱に封をしていたガムテープが外れ、箱の上部が少し外に開いている。肌寒いものを感じたが、箱を開けてみると中には何もない。その時、ふと視線を感じた。振り向くとリビングの雑貨棚に西洋人形が座っていた。普通の西洋人形とは違いストレートの黒髪と、黒いドレスでどこか暗い雰囲気を漂わせた人形がこちらを見ている。箱の中に入っていたのはこの人形だ。そう直感した。背筋に冷や汗が流れたが、震える手で人形を掴み上げると、箱の中にしまい宅配業者に再び電話をかけた。また女性の合成音声で、ご用件を受けたまわります。という、俺はなんで誰も出ないんだよ、と苛立ちつつ、こっちは何日も前から連絡してるんだ。早く引き取りに来てくれ、と声を荒げると、合成音声が、お荷物のお引き取りはできません。と返す、あっけに取られていると声は、もう逃げられません。と続けてその後は何も話さない。俺は電話を持っているのも恐ろしくなり、その場に電話を取り落とした。人形の入っている段ボールの箱が、とても恐ろしいものに思えたが、震える手で箱を掴むと、靴を履き玄関を出て数ブロック先のゴミ捨て場に投げ捨てた。箱を抱えて走っている間に箱の中から聞こえた。カタカタという音が、なぜか耳から離れなかった。その後は寝つく気にもなれず、ベッドに座って大音量でテレビをつけていたが、いつの間にか眠っていたようだ。そして目を開けると視線を感じる。ベッドの脇、枕元にベッドと同じ高さの小さな棚が置いてあるのだが、その上、自分の顔のすぐ横に、あの人形が座りじっとこちらを見ていた。俺は反響乱になりながら飛び起きリビングへと走った。半開きになった箱が机に置いてある。俺は一かけらだけ残った理性で仕事着に着替え、カバンを持って家を飛び出し仕事に向かったが、仕事の間も人形のことを思い出し何も手につかない。もう逃げられません。という合成音声の声が耳に蘇る。終了後も家に帰る気になれず、友人に電話をかける。今日止めてくれないか、と言うと、友人は気のいいやつで、なんだよいきなり、と言いつつも、OK してくれた。アパートで俺を出迎えた友人は事情を尋ねるが、大の大人が人形が怖いなどということもできず、ちょっと嫌なことがあって、とだけ言って言葉を濁した。友人は深くは聞かず、その後は映画など見ながら酒を飲んでいたら、いつの間にか眠っていたようだ。そして目を覚ますと、見慣れた自宅の天井が見えた。
あれ、俺友人の家に行ってたんじゃなかったっけと寝ぼけた頭で混乱していると、枕元の西洋人形がこちらを見つめていた。じっとこちらを向いて座っている。恐怖に身動きができないでいると、いきなり携帯電話が鳴った。ビクッとして恐る恐る発信者を見ると友人から。電話に出ると、やっと出た。昨日、いきなりいなくなったから心配したんだぜ。とのこと、今どこと聞かれ、自宅、と答えると、そう、よかった、と言って友人は電話を切った。俺は頭が真っ白になっている。俺はあの後自分の足で自宅に帰ったのか？あんなに恐れていたこの家に、記憶もないままに、そうだ、と思い立つ。この人形が全ての原因なんだ。この人形を燃やしてしまえば解決する。俺は人形を掴むと家の外の車庫まで持って行った。車庫の床に置き、ガソリンをかける。ライターに火をつけようとするがなかなか火がつかない。カチ、カチ、カチ、と3回ほどした後でふと我に返る。周囲にガソリンが飛び散り、自分のズボンの裾まで濡れている。このまま火をつけたら自分まで焼け死んでしまう。人形を見下ろすと、ガソリンに濡れた人形が、こちらを見上げて睨んでるように見えた。俺は人形を車庫に置いたまま家の中に逃げ戻った。翌朝、やはり人形は枕元に座っていた。ガソリンで汚れたはずなのになぜか綺麗になっていた。ああ、もう逃げられないのだと、深い絶望と諦めを感じた。最近では起きていても現実感が希薄だ。あの人形が話しかけてくるように感じる。あの電話の合成音声の声で、ずっと一緒だよ。と、もう仕事にも行っていない。何日も家から出ていない。ただ人形と見つめ合って暮らしている。どこかで冷静な自分が狂いつつあることを自覚している。ああ、どうしてこんなことになってしまったのか。あの置き配を家にあげなければ、こんなことにはならなかったのに。これを読んでいるあなたは、心当たりのない荷物には気をつけてくれ。心当たりのない置き配から現れた西洋人形。合成音声の電話で引き取り拒否された後の、あのメッセージは何なの？まず、物理的な配達じゃないな。呪いの転送のようなものかな？宛名が知らない名前だったのは。そうだな。前の犠牲者が次の受け取り人を指定して発送したから。というのはどうだ？寒気がする。人形が勝手に箱から出て、枕元に座るたび、彼の居場所は奪われていったんだ。友達の家に泊まったはずなのに、朝起きたら自宅の枕元に人形と一緒に寝てるなんて、めちゃくちゃだね。ガソリンをかけても、火がつかずに、自分の服だけ濡れていたのもきっと、人形が彼を道連れにしようとしたから？いつもより考えがまとまっているな。彼はもう人形のよりしろとして取り込まれてしまった。狂気と自覚の狭間にいる今の彼は、どうなっているんだろうな。昔流行った防除棒人形というのを知っているだろうか。海外の人形で、植物の種子と紐で作られており、男女一組の簡単なものだ。ただのお土産品ではなく、願いを叶えてくれるものとして、当時大人気になっていたと思う。私の周囲でも友人たちがこぞって防除棒人形を買い求めていた。防除棒人形はお金が欲しい、恋人が欲しいなど、願いに応じて人形の手足を結んでおき、いつも見える位置に飾るだけで願いが叶うという代物だった。友人もまた恋人が欲しいということで、人形の叱るべき位置を結んで飾ったそうだ。それから半月ばかりして、妙に興奮した様子で友人から電話がかかってきた。それは片思いしてた男性から告白されたとの報告。彼女が片思いしていたのは、私と彼女の共通の友人の恋人だった。しばらくは新しくできた恋人に夢中といった感じで、とても幸せそうに見えたが、彼と付き合ううちに、だんだん金遣いが荒くなっていった。元彼女に聞いてみると、友人には彼氏を寝取られたらしいのだが、金遣いの荒いひどい DV 男で、良いのは顔だけだったそうだ。だからむしろ寝取ってくれてありがとうって感じ。元彼女の言う通り、彼氏と付き合い始めてから、友人はいつもお金がないとこぼしており、そうして今度は人形に、お金が欲しいと願いをかけたらしい。とにかく、何でもいいからお金が欲しいと。しばらくして彼女が事故に遭った。
青信号を渡っている時にタクシーが信号無視で突っ込んできたらしい。片足と片腕を折り、しばらく入院しなければならなくなったそうだが、お見舞い金で数十万の金を得ることができたそうだ。彼女の望みは叶ったことになるが、どうにも嫌な叶い方だった。なので、人形に頼るのはもうやめた方がいいんじゃないかと。助言してみたが聞いてもらえなかった。退院してからも九段の彼氏と付き合い続け、再びお金が欲しいと願ったらしい。すると今度は彼女の父親が事故死し、彼女に幾ばくかの金が舞い込んだ。それでも足りない、またお金が欲しいと願いをかけると、今度は彼女の母親が死んだ。そうしてまた、彼女に金が入る。それを彼女は人形のご利益だと言って、ますますその人形に頼るようになっていった。確かに恋人はできたし、お金を得ることもできたが、その代わりに失ったものがどれだけ大きいのか彼女は気づいていないようだ。恐ろしい願いの叶え方をするものもあるんだなと思っていたのだが、最近になってあの人形の偽物も同時期に出回っていたと聞いた。とある国が作った偽物防除棒人形だ。彼女が持っていたのは果たして本物なのか偽物なのか。何にせよ、叶わない方が幸せなこともあるんだろうな。お金が欲しいって願うたびに、自分が事故に遭ったり、ご両親が亡くなったり、確かに望んだものは手に入ってるけど、防除棒人形は本来、幸せを願うものだ。でも彼女が手にしたのは偽物。願いを叶えるシステムが、周囲から奪うことに特化している。叶わない方が幸せなこともあるのかな。彼女はもう、わからないんだろう。自分が人形に寄生されていることすら。その日、俺と A は地元にあるハイバブホテルへ肝試しへ向かった。ハイバブホテルといっても潰れたのは最近のことで、床や壁紙は綺麗だったが物は散乱しているといった状態だった。潰れた理由はわからないが、このホテル自体営業していた頃から、心霊現象の噂が多く、その評判のせいで潰れたんじゃないかと言われている。確かに何やら嫌な気配や空気感は感じるが、実際何か見えたり聞こえたりすることはなかった。数十分もすると俺も A も飽きてきて部屋のベッドに腰掛けて、タバコをふかし始めたりしていた。先輩が言ってたけど、最上階がやばいらしいぜ。A が思い出したように言った。それを聞いた俺はまだ部屋に残っていた灰皿にタバコを捨て、従業員用の階段から最上階を目指して登ることにした。途中の階を見ることなく、足早に階段を登っていく。3階、4階と上がっていくと最上階である5階へと続く階段が現れた。懐中電灯に照らされたその階段を見た瞬間、俺らの足が止まった。階段の1段目からその先、5階へと続く道だけが、明らかにボロボロになっている。最近廃業になったそのホテルは外装から内装まで、ほとんど荒れてなかったはずだ。焼け焦げたように黒ずんだ床に配管や電線がむき出しになった壁。そこだけ明らかに何十年も時間が経っているかのように老朽化している。その異様な光景に圧倒され、思わず二人で後ずさりしてしまった。先輩の言ってたこと、マジだったな。後ろにいた A が小さな声でつぶやいた。いろんな廃墟とか新スポとかを回ってきた俺たちだったが、正直今回ばかりはこの先には行ってはいけないと本能が言っていた。先輩たちも言ったことあるんだろ？なら何もないって。好奇心に駆られた A は俺の背中を叩き、横を通ると先に登り始めた。本当に行きたくはなかったが、ビビってると思われるのも尺だった俺は、遅れながらも A の背中を追っていった。踊り場を越えて扉へと続く階段を登ろうと懐中電灯を上に向けたとき、廊下へ出る扉の前で A が立ち止まっているのが見えた。立ち止まっているというよりは固まっていた。おい、A？どうした？俺は階段を登りきり、A の横へ行くと A が、見つめる先へと懐中電灯を向けた。階段と同様にボロボロに朽ち果てた廊下、その真ん中くらいに何かがいた。それが何か認識した瞬間、背筋が凍った。女がいる。立ったまま微動だにせず、頭が床につくほど体を前に折り曲げ、腕は力なくならんと垂らしている。垂れ下がったボサボサの髪は地面に広がり、
わずかに見える首は生きている人間のものではなかった。死体？いや人形。か？ A が震えた声でつぶやく。だがそんな考えはすぐに打ち砕かれる。先ほどまで微動だにしなかった女の体がゆらゆらと横に揺れ始めた。メトロノームのように一定のリズムで揺れる。その不気味な動きと体勢に俺らは叫ぶことも逃げることもできなかった。ただゆらゆらと揺れ続けるその女を見つめていた。異様な光景と恐怖に頭が痺れてくるのがわかる。A も体が震え始め、呼吸が荒くなっていた。次の瞬間、徐々に速くなる揺れとともに、女がこちらへと近づいてきた。力なく垂れ下げた腕を引きずりながら着実に近づいてくる。女が5メートルほど進んだあたりで A が叫びながら扉を閉め、逃げるように階段を駆け下りていった。腰が抜けてしまった俺は立ち上がれず、這いつくばりながら階段を降りていった。途中なんとか立ち上がり、転げ落ちるように降りている途中、上の階から狂ったようにドアを叩く音が聞こえた。扉から出てくるあの女を想像した俺は、あまりの恐怖に泣きながら A の車へと走っていった。すでにエンジンをかけ終えた A は俺が乗り込むと、アクセルをベタ踏みしてその場を後にした。コンビニの光が見え、安心した俺らは車を止めて、飲み物を買って車の中で先ほどの話をした。やべえもん見ちまったな。やばいどころじゃねえよ。なんだよあれ。先輩たちもあれを見たってことかよ。半ばキレ気味に俺は言った。一回先輩に電話してみるわ。A はスマホを取り出すと、苦難の先輩へと電話をかけた。スピーカーにすると、3回ほどのコール音の後に先輩が電話に出た。おう、A か。どうだった？どうも何もないっすよマジで。笑いながら電話に出た先輩に A は呆れながら答えた。いや悪い。あれさ。マジなんですかあそこ。潰れたの最近っすよね？なんであんなボロボロなんすか？話を続けようとする先輩を遮るように A は続けた。あんなガチモンの女の幽霊が出るなら先に言ってくださいよ。あいつ、追っかけてきましたからね。途中から A はほぼ切れていた。大体にして。A がそう言いかけたとき、今度は先輩が話を遮ってきた。おいおい、待て。何やら困惑している様子だった。ボロボロ？女の幽霊？何言ってんだお前ら。お前らが見たのって、最上階の奥の部屋のことじゃないのか。とぼけるわけでもない、真剣なトーンで先輩は言った。部屋に俺らが書いてった落書きあったろ？そのことじゃない。よな。予想していなかった回答に俺も A も思わず固まる。しかもボロボロって、俺らが部屋の鏡割ったりしてたけど、あそこ自体は普通に綺麗だったろ。冗談やめろって。意味がわからなかった。確かに俺らはこの目で見たはずだ。朽ち果てた壁というか、廊下の先にいる不気味な女。俺らが何も言えず黙っていると先輩が口を開いた。なあ、お前ら何回に行ったんだよ。5回ですけど。しばらくの沈黙の後、先輩が震えた声でつぶやいた。4回までしかねえだろ。最後に先輩が放った一言で、すべてがひっくり返ったな。死体？いや人形。か？って A 君が言った瞬間、メトロノームみたいに揺れ始めるのが怖すぎるよ。4階までしかない建物に現れた5階。階段がボロボロだったのは、あの人形のように揺れる女が作り出した。そこが現実の時間軸から切り離された。異界の巣だったからかな。あの怪異の揺れるリズムが脳内に刻まれてそうだね。話を聞いただけの私でも、ちょっとちらついちゃう。勝手に届く荷物、代償を求める願い、そして、存在しない階の住人。人形、または人形のような怪異は、人の形をしているがゆえだろうけど、念を吸い込みやすく、吐き出しやすい。私の部屋には置いてないんだけど、家にある人形は大丈夫かな？少しだけ向きが変わってたり？受け入れた瞬間に契約が成立するから、何でもかんでも首を突っ込まないようにな。それじゃ、今回の活動はここまで。気をつけて帰ってねー。